こんにちは、ゆきリンクトラベルです。アジアの巨大なハブ空港であるシンガポールチャンギ空港、イギリスのスカイトラックスによるワールドエアポートアワードなど多くの賞に何度も輝いている世界トップクラスの空港です。観光面でも見どころが多い国際空港ですが、特に2019年4月にオープンした複合施設ジュエルは滝や美しいガーデンに圧倒されたり、飲食店や有名ブランド、エンターテインメント施設が集結している話題のスポットです。時間帯によって光と音のショーが楽しめるなど、飛行機に乗る用事がなくても訪れたくなる空港です。今回はジュエルの滝やガーデンの魅力とともに、ジュエルの中にありプライオリティパスで入れる新しく快適なチャンギラウンジの様子もお届けします。ターミナル1の出発ロビーは2階にあり、1階に降りるとジュエルにつながっています。ターミナル1はジュエルと直接つながっていますが、ターミナル2、3からは遊歩道などを通ってアクセスできます。ターミナル4からは無料のシャトルバスでターミナル2へ移動した後にアクセスができるようです。ジュエルは入国エリアにあるので、フライトの予定がない場合も自由に入ることができます。一部のアトラクションは有料となっています。2019年4月にオープンした複合施設ジュエルは、ガラスのドーム状の建築デザインが印象的ですね。設計はホテルマリーナベイサンズと同じイスラエル出身の建築家モシェ・サフディ氏のグループによるものです。自然と建築をシームレスに融合させたデザインで、シンガポールの特徴の一つであるガーデンシティが表現されています。ジュエルの1階に着きました。ローカル色の強いお店から海外ブランドまでバラエティ豊かなショップが並んでいます。ジュエルの中だけでも100軒を超えるレストランがあり、24時間営業しているお店も30軒を超えているそうです。2022年4月時点ではアーリーチェックインカウンターはクローズしていました。でも通常時はこちらでスーツケースを預けてチェックインができるので、とても便利だと思います。ジュエルの1階チャンギラウンジはプライオリティパスと搭乗券で利用できます。詳しくは後ほどレポートします。ではここからはジュエル内部の目玉である高さ40メートルの屋内滝 HSBC レインボーテックスを見に行きましょう。屋内の滝としては世界最長です。地上5階から地下2階まで大迫力の滝を堪能できます。滝の真横を通過する電車はチャンギ空港のターミナル2、3をつなぐスカイトレインです。巨大な滝を一番近くから眺めることができる穴場スポットでもあります。夜になるにつれてさらに幻想的な雰囲気になります。特に何色にも変わる滝の迫力と華やかさには圧倒されてしまいます。I really wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Dreams still yours if you want it. Breathe
ジュエルの1階から4階の吹き抜けの空間にある5つのフロアにまたがる大規模な屋内ガーデン、資生堂フォレストバレーは約2万2000平方メートルを誇るシンガポール最大級の庭園です。資生堂フォレストバレーの中にあるチームラボを中心としたクリエイターとのコラボレーションから生まれた双方向型のアートインスタレーションにも注目してみてください。庭園は900本を超える香木やヤシの木、約6万本の低木で構成され、200種以上の植物が植えられています。誰でも気軽に入れるウォーキングトレイルもあります。ところどころにベンチも設置されているので、目の前を流れる滝を眺めながら休憩するだけでも南国の雰囲気に浸れそうですね。ジュエル内にはホテルヨーテルエアーがあります。さて、再び1階に降りてチャンギラウンジへ向かいます。チャンギラウンジはプライオリティパスなどで入れる有料ラウンジです。フライトを利用するお客様がまだ少ないからか、スチューデントプロモーションが行われていました。何人か勉強をしている学生さんたちを見かけました。とても綺麗で居心地が良いラウンジなので、右の看板の6ドルで1時間利用できるというキャンペーンもお得に感じます。入り口で飲み物とペストリーがオーダーできました。今はホットミールがないそうです。各国のプラグの形状に対応するユニバーサルコンセントや USB ポートも至るところにありました。この時はサービスが制限されていて、ペストリーやお茶などのみだったのですが、通常はホットミールがたくさん並ぶラウンジだそうなので、また本格的な営業再開になったら訪れてみたいです。ぬいぐるみやフライトに関係のあるアイテムが販売されていました。チャンギ空港限定のアイテムも並んでいます。ジュエルには他にも有料のアトラクションや公園など見どころがたくさんあります。飛行機に乗っても乗らなくてもジュエルに足を運べば、多民族国家シンガポールのアイデンティティを肌で感じられそうですね。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回は ANA 深夜便エコノミークラスの機内や羽田空港への入国の様子をお届けします。素敵な空の旅になりますように。